って思って晴れる日をずっと楽しみにしてました。とんでも寿司を食べに行くよ。なんかね、お寿司の上にカップケーキの上に乗っかってるバタークリームっていうの。どうものうちです。今日は元ブログ用のマイクを作っていきたいと思います。マイクはいろいろ試したんだけど、私のハーレーの爆音に耐えられなくて、私の声を全然拾わなくて、で映画とかに使うような音をこう修正するソフトとかもいろいろ使ったんだけど、ほんと聞き苦しくてすいませんでした。ということで、もうちょっとみんなにストレスなく動画を楽しんでもらえるようにいいマイクを作りたいと思います。今回使用するものはこちらです。詳細は概要欄に貼っておきます。で、今まで試したマイクの中で一番人の声だけを拾うマイクっていうのがこれ。もともとね、私の使ってるインカムのセナの 20S についてきたやつなんだけど、2つついてきて、これが余ってるからこれを使っていきたいと思います。まずはハンダゴテを温めます。これはグートさんのハンダゴテ。そしたらマイクを取り出します。マイクはね、別にセナのやつじゃなくても本当にどのマイクでも大丈夫。もっと使いやすくなる。絶対使いやすくなる。まずはマイク。まずはマイクの線をぶった切ります。こんな感じ。そしたらマイクの線を剥いていきます。これ中に皮膜があるから外側だけを剥いていきます。皮膜がね、めちゃめちゃ薄くて、これ本当にね、細いの。だから気をつけて剥きます。こうやって曲げてから切るとちょっと切りやすい。どこを切ったかがわかる。これは電光ナイフ使ってもいいんだけど、私はカッターの方が好きです。カッターの刃を滑らせて感覚頼りで切ってくよ。一周切ってくよ。今回も難しい。いつも難しいんだけど、ワイヤーストリッパーがある人はワイヤーストリッパーを使ってもいいんだけど、何ミリかわかんないでしょ。だいたい切れたら、完璧に切れなくていいんだよ。だいたい切れたら引っ張っていく。そしたら上の皮膜がビヨーンって伸びてちょん切れるから、それを狙う。よし、抜けた。見えるかな。これで一周切れました。これを剥いていきます。力技です。こんな感じでビヨーンと。よし、オッケー。そしたら中はどんなイヤホンマイクでもこんな感じになってるはず。ここのうにょうにょをどかすよ。これはモノラルのマイクなので線が1本と、あとアースがあります。だからアースの線をまとめて根元の方からくる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 っとまとめておきます。で、一回どかしとく。今度は音声を流す方の線を剥いていきます。これもめちゃめちゃ細いの。私の髪の毛くらいしかない。これも見えないから感覚を頼りに剥いていきます。どんくらい剥くかっていうと、それは彼に聞いてみよう。こちらはリアンさんのミニフォンジャックです。サウンドハウスさんで買いました。安かったです。何が入ってんのかな。お、かっこいい。かっこいいけど、この線に対してこの太さ。普通はこんな細い線使えませんね。まあ、これを通してこうなってくるくるってなるってことですかね。で、これがガッチャンコしてくるくるくるってなる。オッケー。こうなります。あ、収縮ケーブルが入ってきた。優しい。ぴったりサイズじゃない？ナイス。で、これをこことここに音が来る線、そしてこの長い銀色のところにアース線をつないでいきます。だから長さは結構長めに剥いた方が良さそうだね。ちょっと長めに剥きます。ここら辺からいこうか。この中の線もすっごい細かった。今どこ切ったんだろう。見えない。こんな感じでしょうか。全く見えないですね。
じゃあ向いていきまーす。全然自分の指を切るのはいいんだよ。この線を切りたくないんだよね。向けた。犠牲になった線はなー人や。じゃあ音が通る線も向けたので、これもくるくるくるって。はい、負けました。こんな感じ。負けたー。オッケー。そしたらこっちにハンダ付けしていくんだけど、ハンダ付けする前に絶対やらなきゃいけないのが収縮チューブをつけておくこと。はぁ、疲れた。収縮チューブをつけとかないと後でつけることができません。なので絶対に通しておきましょう。これやって収縮チューブ入れて、収縮してから重ね、オッケーオッケー。この順番で重ねてから、じゃあ音の線から、これまとめちゃいけないやつ。なぜなら、そう、これはモノラルだけど、このジャックがステレオだから。だから一回ほどくよ。やっちゃったー。それか、くっつけちゃおうか、ハンダで。そうしよう。適当な線でつなぐか、ハンダでくっつけるか、なんかそういうのでもいいけど、とにかくモノラルをステレオ両方に行くようにすれば大丈夫。もともとステレオのマイクとかはここに線が2本出てるから、片っぽずつちょんちょんってつければ大丈夫です。なので後でハンダでくっつけちゃえばいいから、今回は構造上アースを先につけていこうと思う。使用するのはこちら、親出電機さんのハイフィデリティオーディオグレードソーダ。音がめっちゃいいよ。親出電機さんにはすごいお世話になっててね、家のコンセントとか全部親出電機さんのだった。これをヒュッてやって、まずは下準備。これを分けて先っちょを特に慎重にまとめて、でここで大活躍するのが錆びたペンチ。なぜならなかなか開かないから。錆びたペンチ持ってる人あんまりいないかな。いるかな。錆びたペンチに挟めばいい感じの台になるこれすごい便利でしょ。だから捨てられないの、錆びたペンチ。これで片方ずつちょっと先っちょにハンダをつけていきます。ハンダはこうやってチュ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 ってやって、チュ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 ってやればつくから、オッケーオッケー。こんな感じでちょっとついたらオッケーです。これでまとまるから扱いやすくなるはず。はい、そしたら先にアースをつけていきます。ここでも大活躍。錆びたペンチ。やっぱ洗濯バサミにします。ここで角度決めました。したらハンダをつけていきます。ついた。こんな感じでついてます。ちょっと角度の調整をしていきます。はい、角度決めが終わりました。映ってるかな、ちゃんと。したらこれもハンダをつけていく。頑張れ、あとちょっとだ。ここにハンダを落としていく。落ちちゃった。下まで落ちちゃった。それはあかん。戻っておいで。下まで落ちちゃった時はハンダ吸い取り線を使ってハンダを吸い取るよ。剥がれたかな。剥がれた。オッケー、剥がれてる。こんな感じでちょっとハンダ多めだけどつきました。これだとL チャンネルとか R チャンネルにしか音声が来ないから、この L と R を今度はつなげていく作業をやります。これは適当な余ったケーブルとかでいいんだけど、ちょっと余ったケーブルがすぐ出てこなかったからハンダでくっつけちゃおうと思います。これをちょっと曲げちゃおうかな。なんなら
ちょい曲げ。なんでいいかな。ハンダでくっつけちゃおう。もうこの間を狙って動く。固定の仕方が芸術。動くなよ、絶対動くなよ。OK、つながった。つながりました。そしたらテストをします。いつも使ってる Zoom の H2 っていうレコーダー、ボイスレコーダーにつないで電源を入れて、はい、あ、来てる。オッケー、できた。いくよ。左右両方同じレベルで来てる。これでモノラルが均等に右と左に振られました。オッケー。じゃあこれでテストは終わり。あとは蓋を閉じていくだけ。まずは収縮チューブをかぶせて収縮させます。熱収縮チューブを収縮させます。適当なライターを買って炙る。収縮されすぎてる気がする。まあ大体収縮できたからよしとしましょう。これカバーもついてるから大丈夫。カバーしちゃえば。なんか形がでもこの収縮チューブ意味あるかな。あんまりないかもしれないからなかったことにしましょう。あれダメやんこれ。なんか硬いよこれ。ただのこれプラスチックや。ただのカバーだ。熱収縮チューブじゃないやつやっちゃった。収縮チューブはもうかぶせられないよね。ただのカバーを燃やしちゃったので代わりに絶縁テープを代わりに巻いていきます。やっちゃったね。別にこれ巻かなくてもいいんだけどね。一応巻こうね。せっかく素敵なカバーつけてくれたのにごめんなさい。カバーを閉めて完成です。できた。見た目もそんなに悪くない。これがあることで今までみたいに今までこれがついてたんだけど、ヘルメット脱いだ時にピロピロしてうざかったの。長くてだいたいどのマイクも長いでしょ。超うざいじゃん。だからこんだけ短くしてやればさ、ほらちょっとしか出ない。これよくない？元ブロガーさんこれよくないですか？こういう延長コード、オーディオテクニカさんのヘッドホン延長コード L 型プラグ。 L 型に超こだわったのは、こういう I 型のだとこうなっちゃうから、ポッケに入れた時にここが曲がって断線しやすい。あとポッケに入らない？こうポッケにさ入れる時にさ、こうなっちゃうのうざくない？超うざいよね。こういうねL 字型の変換プラグっていうのも売ってるから、これを挿してもいいと思う。みんな大好き、安さが売り、クオリティもなかなかのクラシックプロさんの L 型変換プラグです。これをこうやって挿してこうやってやればポッケに入る。ナイス。私はこれとヘルメットをこんな感じでちょびっと出るようにちょびっとつなぐレコーダーポッケ。長さも完璧。こんだけあれば首振ってもねいける。これは 1m のエクステンションコードです。はい、ということで無事に理想のマイクが作れました。セナのはね、もともと 3.5mm ジャックじゃなくて 2.5mm だったのかながついてたから、
ハンダ付けとかちょっとよくわかんないって人は、変換ジャック売ってるから、 2.5 から 3.5 に変換するジャック売ってるから、それをカチャってはめればそのまま使えると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。